やっと目を覚ましましたね。まだ動かないでくださいね。あなたはいきなり校門前に現れて丸2日間気絶していたんですよ。心臓が動いてなかったら死んだかと思ったくらい。えっと今なんて。ちょっとまだ起きちゃダメです。ベッドに腰掛けてください。具合はどうですか？痛いところはありますか？具合の悪いところはない。ありえません。あんな高いところから落ちたのに。はい。すっごく高いところから落ちてきて地面にでかい穴までできたって目撃者が言ってましたよ。漫画以外であんな場面を見たことなかったって。穴を見に行きたいですか？いや結構だ。俺はミッション用の戦闘服を着ている。高所から落ちて大した怪我をせずに済んだのはきっと戦闘服の応急装置のおかげだ。だがなぜ俺は戦闘服を着ている？どうして落ちる前の記憶がない？また記憶喪失なのか？俺が落ちてきた時に持っていたもの、機械とか装置とか何かなかったか？今はアイギスと連絡を取ってできるだけ早くダニューブ支部に戻るべきだ。だが通信機をどこかに落としたようだ。それを見つけてステファニー博士に連絡しなければ。ありませんよ。他のところに落ちた可能性もある。そこから遠くないはずだ。なら着陸点の周辺は？ないと思います。とりあえずどこに落ちたのかを確認するのが先か。じゃあここはどこの学校で、ここに一番近い箱舟はどこだ？わかりません。私たちもここに着いたばかりなんです。探査隊の調査によると、どうやら私たちは小さな島にいるようです。通信設備はつながらないし、その箱舟とやらもありません。今のもう一回言ってもらっていい？私たちもあなたと同じで突然この島に現れたばかりってやつ？いやそうじゃない。っていうか情報量がだんだん大きくなっているぞ。京子、あの空から落ちたやつは目を覚ましたか？会長！気のせいなのか？少し見覚えがある顔立ちだ。なるほど、やはり起きていたか。あなたはロボットなのか？はい？違ったか。それならきっと宇宙人だな。この人何を言ってるんだ？会長、前も言ったじゃないですか。彼は普通の人間ですよ。ありえない。空から落ちてきて地面にクレーターができても無傷。そんなのスーパーロボットとかじゃないと無理だろ。無傷でいられたのは多分俺の応急装置が作動していたんだ。パラシュートみたいに不時着時の衝撃を緩和することができる。
やっぱりクレーターを見に行った方が。本当にそんなに大げさなの？遠慮しておくわ。それに俺が知る限り自分は一応普通の人間だと思う。それよりさっき京子さんが言ったことが気になる。ここにいるみんなも突然この島に現れたのか？ああ、それか。半月前かな、私たちがこの島に来たのは。その現象、仮に転移と呼ぼう。転移してきたのはみんな我が校の生徒だ。全員同じ学校の生徒なのか？そう。学年も学科も家柄も年齢もバラバラの60人。ただ一つの共通点は全員が女子生徒であること。変なところが共通しているな。これだけの情報では転移の基準を見出すことができない。私たちがここに来てから転移は発生しなかった。でもお前の到来でこの2つがひっくり返された。俺以外の転移者はいないのか？現時点ではお前一人。しかしお前以外の人が他のところに転移された可能性も否定できない。ステファニー博士ならすぐにでも見つけてくれるか？この校舎もお前たちと一緒に転移されてきたのか？いえ、この島で見つけたんですよ。私たちが来た時には廃棄されて随分経っていたみたいです。海面上昇が原因で先住民が離れたのかもしれませんね。それからは会長がいたので私たちが。京子まずは身体検査をしろ。もし問題がなければ後方勤務部を手伝うといい。ちょうど後方勤務部の人員を調整するところだ。転移されて納得できないのはわかる。だが今は他に打つ手がない。まずは落ち着いて生きることを最優先に考えることだ。ではこれで。ちょっとわからないことがあれば京子に聞け。見ず知らずの俺をあっさりチームに加えて本当にいいのか？まずい。いいも何も。お前はただの一般人だろ。では失礼。ああ、危なかった。会長に反論しないでくれてほっとしました。ずっとあの調子なのか？あの会長さんは。初めて生徒会長になった時の全盛期に比べればさっきのはまだマシな方ですよ。会長の就任演説は今でもはっきり覚えています。君たちの中にタイムトラベラー、未来人、異世界人、蘇生者はいないか？何を言ってるんだ？ここが世界一の学府と聞いたから私は来たんだ。ここにいる者は豪族の世継ぎとして幼い頃からエリート教育を受けてきた者だ。あるいは過酷な競争で数千万人を踏み台にして貴重な権利を勝ち取った者だ。だからここに集まった者は全て私に驚きをもたらしてくれると思っていた。だが今自分が愚かだったことに気づいた。なぜここには普通の学生しかいないのだ。周囲がすごすぎて表に立つ勇気がないのか？これが世界一の大学の空気なのか？お前たちが心血を注いで懸命に求めたのはこんな環境なのか？入学当初はここの古の知恵を知ることができないのは自分の視野が狭いからだと思っていた。だが今ようやく気づいた。ここに漂っているのは無気力だ。それは目には見えないが
吐き気がするような悪臭がする。お前たちの高価な脳みそは無気力にまみれている。そう言ってもいいのか。エリートとしてお前たちの脳みそは一般人よりだいぶ価値があるだろうな。全部で8人。今回の生徒会長選挙で立候補したのは私を含め8人だった。退学済みの6人のバカ者と1人の軟弱な子羊。お前たちは本当に生徒会長の意味を理解しているのか。今は1年目だがきっと3年間生徒会長はずっと私のままだろう。私の決定は高価な脳みそたちの未来に直接または間接的に影響を与える。もし私が6人のバカ者のような極悪人だったらお前たちの未来は霞むに違いない。まあ私の話が過激すぎると思う者もいるのだろうな。では学校の歴史を振り返るとしよう。学校の退学者は41代、73代、104代にピークを迎えた。中退者は極悪人だ。学校に失望した、恥をかいた、様々な声が上がった。気になった者はその時の卒業生がどうなったか調べてみるがいい。未来の上流社会の風雲児たちよ、ここ数年間の退学率を振り返ってみよう。ここはもはやかぐわしい花園ではなく腐臭に満ちたゴミ置き場となったのだ。このゴミ置き場にあって本気で環境を変えようとする者はたった2人だけ。この勲章にはお前たちを前に導く責任と学校の事務に干渉する権利がある。なぜお前たちはそうも無関心でいられるのだ。なぜこの力を奪わずに飼いならされることに甘んじるのだ。もういい。私はもう疲れた。あの子羊を副会長に指名するお前たちにはもう飽き飽きだ。だったんですよ。寛容すぎだろお前たち。2年目になって会長は満票で再任を遂げましたよ。嘘だろ。それはさておき、まずは身体検査をしましょうか。会長の話はまだあるのか。後で聞かせてあげますね。健康状態を確認したらまずはこの辺りを案内します。どうお呼びしたらいいでしょうか。ナビゲーターでいい。わかりました。それじゃあナビゲーターさん、物語の始まり、ナビゲータークレーターから案内してあげますね。俺で命名するな。